どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。緊急で、最近緊急が多いけど、iPad がですね、そろそろ出るんじゃないかということに関してお話ししたいと思うんですけども、最近になってですね、かなり新しい iPad が、そろそろなんじゃないかと。M3 のモデルがですね、MacBook、3月、10日とか11ぐらいに出たので、来週ぐらい怪しいんじゃないかって言われてまして、例えばこの iPad Air ね、発売に備えて、アメリカとか、他の国に輸送してるんじゃないかとか、中国から出荷みたいなね、例えばこの、これ Mac ルーモーズですけども、あったりとか、iPad Air ね、2つのサイズということで、11インチと、12.9インチですかね、大きいサイズが出るんじゃないかとか言われております。詳細、後ほどね、また話しますけど、Weibo とかですね、中国版の、いわゆる Twitter とかですね、で、準備ができているとか、そういうのがあったりとかありますね。基本的には M2 チップとか、カメラとか、基本的にそんなに変わんないかなっていうところはあります。で、来週だと、3月26の火曜日ですね、ブルームバーグのマークガマ記者によると3月末とか4月っていう話もあるので、どうなんですかね。公開はどうだろうね。でもなさそうな感じはしてます。26にあるんであれば、多分もう発表、インビテーションがね、招待状が来るはずなので、来週に急に出るみたいな、MacBook Air みたいにね、いきなりウェブサイト見たら出てるみたいな感じかもしれないです。例えば、じゃあロスヤング氏っていうですね、ディスプレイの調査会社の方なんですけども、この方もちょいちょい当たるんですけど、4月に出荷する可能性が高いと。あと iPad Pro ですね。って言われてるところだと。OLED なので、有機 EL ディスプレイに変わるんじゃないかって言われてるんですけども、やっぱこの新しい iPad に iPadOS17.4 っていうね、新しいのが搭載されて出るって言われてるんで、そこら辺を考えると、だいたい4月ぐらいなんじゃないかなとか、ハードウェアに、要するにiPad にも入れとかないといけないんで、彼的には4月、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者的には4月なんじゃないかなとか、ロスヤング氏は3月下旬か4月上旬っていう感じでは話してはいますね。3月末。早かったら3月末みたいな感じなのかなと思います。さっきみたいなこの 12.9 インチと iPad Air ですね。あと iPad Pro かなと思います。細かいところね、後ほどお話ししますので、どうかな。ざっくり今の iPad を何があるのかっていうと、iPad Pro がですね、今 M2 のモデルと iPad Air がございます。これ M1 チップになります。あと iPad の10世代と9世代、タッチ ID がついたモデルですね。iPad mini はいつ来るのかよくわかんないんですけど、大きく変わるところはやっぱりこの iPad Pro なんじゃないかなと思います。で、Air とかに関してはそんなに変わんないかなと思いますので、あとどうだろうね、9世代も残るのかどうかわかんないですけども、的にはさっき M2、M1、A14、A13 みたいな感じで、今ここがプロとエアが出るんじゃないかなと思います。ここがどうなるのかね、よくわかんないですけども。で、あとですね、今週かなぐらいに急にですね、先週か、セールがね、急に開催されたんですよ。アップル。Amazon 上で、これアップルの一応公式のストアなんですけども、例えば iPad9 世代とか、ものとか、10世代とかですね、iPad Air 全モデルかなセールになっておりまして、で、iPad mini もセールになってます。で、iPad Pro はね、なかったんですけど、で、あとこの AirPods Pro がね、めちゃくちゃ安いんで、すごいおすすめなんですけど、ペンシルも全種類ですね、このライトニングとか第2世代とか、もう一個 USB-C のやつとか、17,000と安いよな。マジックキーボード、これは確かね、でも日本語じゃなかった。スペイン語ですね。これは、出る予兆なのかなっていう気はしますけどね。ただ別に買っちゃってもいいと思います、僕は。9世代、10世代はおそらく出ない。11は出ないと思うので、iPad Air もね、別にそんなに変わんないと思うんですよ。正直 iPad Pro は結構変わりそうなので、ここら辺ミニもね、別に中身がおそらく変わるだけなので、僕は買っちゃっていいと思うんですけど、特に9世代とかはですね、安いしもしかしたらラインナップからなくなってしまうかもしれないので、これのおすすめに関してはですね、僕はAmazon フロントっていうところでまとめているので見てもらえばなと思います。この Apple 製品突然のセールっていうやつで、他のもね、結構 iPhone のおすすめアクセサリーとかまとめてるんですけども、AirPods Pro はこれは本当に安いんで、気になってた方買った方がいいと思います。ただ地味に昨日見たこのスマートモニターもですね、49,800円、結構安いんだよね。5万とね、高かったんですけど、1万円ぐらい確か安くなってます。で、Mac とかはね、徐々にもうなくなってきてはいるんですが、iPad 関連とかかなり安くはなっているので、お得かなと思います。動画の方でこのセールとかね、告知したりとか、コミュニティ欄でシェアしたりするので、ぜひチャンネル登録とかしていただければね、あと通知ベルを押してもらえれば来ると思うんで、僕友達が知らなくて AirPods Pro 買ったらしくて、泣いてましたね。7000円ぐらい安いから。で、ですね、iPad Pro に関しては結構変わると言われてまして、数週間で、これ3月11のあれなので、数週間ぐらいでね、もう出ると言われております。何が変わるのかというところですが、プロに関しては結
構ね薄くなりそうです。本当に今言われてまあ6ミリでそもそも薄いんですけど、今厚さっていうのは5ミリぐらいになるんじゃないかなと言われておりまして、まあこのいわゆるレンダリング画像っていうまあ設計図ですねが出てまして、あとまあ背面がまあガラスになるんじゃないかっていうことが、ワイヤレス充電に対応するんじゃないかっていうことで、ガラスじゃないと電気通さないのでいうところだったりとか、まあ M3 チップはねさすがに搭載されるかと思います。まあこれ最新のチップですね。 Mac に入ってるものになります。まあ 4TB のストレージオプションもね、まあ、よくわかんないけど、まあこれ怪しいですけどね、正直ね。4テラいる？はい、値段もすごいことになりそう。まあ大きいところはやっぱりこの有機 EL の搭載なのかなと思います。まあ 12.9 インチのモデルはミニ LED っていうものが入ってるんですけど、いろいろまあ問題とか、まあコストがやっぱり大きいんじゃないかなと思いますけどね。とかまあ電力消費量とかも有機 EL の方が少ないので、トータルで考えると確かに有機 EL の方がいいんじゃないかっていう気はします。儲けとか考えると。で、まあ画面サイズも微妙に大きくなるとは言われてるんですけど、そんなに変わんないと思いますね、正直ね。まあこのベゼルっていう黒い縁の部分がですね、まあ、補足はさすがになるとは思いますけどね、どうなんだろう。なんとも言えない。で、価格に関してはやっぱり上がると思いますので、まあ一時期$1500からとか言われてたんですけど、これ前の動画で紹介したやつがあるんで、これ後ほどいくらぐらいかなっていうのは試算を見せます。まああとカメラがですね、横向きのとこにつくので、横向きで例えばこのウェブ会議とかした時にすごいまあ自然な目線で見えるようになるんじゃないかなとか、カメラはねアップグレードされるとは思いますけど、そんな使わないじゃないですか。iPhone 14ぐらいにはなるのかなっていう、これ見てる感じ。はい。あとはこのマグセーフワイヤレス充電がね、はい。まあさっき言ったガラスになって、これ iPhone にね今カチって後ろ磁石でくっつける充電とかアクセサリーとかつけれるんですけど、まあこれ来てくれたら結構面白いかなと思います。iPad もこれでいろいろ充電できたりとか、アクセサリーね、なんかリングとかつけれたりとかできると思うんで、どうだろうね。ただいろんな問題がやっぱりあるので、本当に来るかどうかは怪しい。そしたらこのワイヤレス充電が、iPad で例えば iPhone とか AirPods とかね、充電できるようになったりとかするかもしれません。あとまあマジックキーボードとか、これパソコンっぽくできるようなやつあるんですけど、まあこれがアルミニウムになったりとか、これペンシルも今噂されてます。第3世代が、まあおそらく出るとしたらやっぱ iPad Pro と一緒に出ると思うので、ちょうどそうなんですよ。もう5年ぐらいいっちゃってるんで2018年にまあ iPad Pro 結構変わってから全然変わってないんですよ。なのでどうなるのかっていうところ。イベントはね iPad Pro は結構変わるんで、なんか発表しないのかなって僕思うんですけどね。まあ Air はもしかしたらそのサイレントアップデートっていう感じでいきなり Apple のサイトに出てるってことはありそうなんですけど、そこら辺がどうなのかなって感じはしてます。まあ以前の動画のやつなんですけど、ファンが作るっていうね、まあこの時は言ってたんですけど、でまあ5、6年ぶりの iPad Pro は刷新になりまして、まあ有機 EL ですね。さっき言ったやつで、まあ、画面サイズが微妙に大きくなるかなってところで、ダイナミックアイランドはまあおそらく搭載はないと思います。必要ないからノッチないから、まあ、iPhone はこういう風にね上がこうグニョグニョって動く、これダイナミックアイランドって言うんですけども、多分ないだろうと。でまあ本体が薄くなるんじゃないかっていうことで、こう寸法みたいなのが全部ね出てます。今ケーズらしきものが出てるんで、で M3 チップですね。おそらく iPhone 15 Pro と同じ A17 Pro チップっていうのがベースになるんじゃないかって言われてます。でまあゲームとか、まあ、GPU 性能とか、まあ、映像にすごい強くなるんじゃないかなと思いますね。ランドスケープフェイスはまあ横向きのカメラっていうことで、これiPad ね、まあ、10世代にはもう実際入ってるんですよね。こういう感じで上に入ってるんですよ。今多分もう今の iPad ってこっち側に入ってるんですよね。縦向きで動画を撮るっていうインカメラですね。内側のカメラはそうなってるんで、変なね目線になるんですよ。やっぱりどうしても横向きでビデオ会議とかすると、まあ、なのでこういうのがつくだろう。でワイヤレス充電がまあここがまあおそらくガラスが Apple ロゴのとこだけガラスにしてワイヤレス充電になるかなっていう、まあもしかしたらこのコネクターみたいな感じで、まあ、磁石でくっつける形になるかもしれないです。マジックキーボードとかもね、まあアルミ製なんで、まあこういうの実際これあるやつなんですけど、イメージ的にはもうちょっとまあかっこよくはなると思うけど、まあ重さだけ心配ですね。なんでね、アルミになったら結構重いんでMacBook っぽく使いたいですけどね。浮かした方がでもなんかかっこいいのかな。どうなんだろう。まあこのトラックパッドっていうね、Mac のこの動かす部分は大きくなるらしいです。使いづらいです。11インチ特にちっちゃいから。Apple Pencil に関してはこの探すアプリっていうのまあ連動するっていうところが言われてて、これ iPhone でこんな感じで探せるようになるんじゃないかなと思いますね。AirTag とかはこうなんか見つけれるんですよ。こうやってここにありますみたいな感じで。結構位置かなり正確に見つけれます。はい。まあ、iPhone 11以降だったらね、今はそうだセールもしてるんでエアタグ。あとまあペンがこう脱着式になったりとか、先がねペン先を変えれるようになるんじゃないかとか言われておりますね。まあカラーサンプリング機能とかまあいいか。まあ実際のオブジェクトとか物体にこうペンを当てて、その色をこう例えばiPad Pro にプンってやると取れるとはい。まあ実際そういう特許取ってるんですよね。Apple パテントリーっていう全部 Apple の取った特許をね載せてる変なサイトがあるんですけど、変態サイトが
が、そこにまあ一応全部載ってます。まあでも特許取ったからって実際搭載されるかっていうのはあんまりないんで、とりあえず取るみたいな感じですよ。取られる前に特許は感じなんで、まあここはまあそういうのあるかなぐらいで、まあ、日程はね以前はまあこう言ってましたけど、まあどうだろうね、4月2日かもしれないです。もしかしたら発表会あるとしたら。で、まあ来週ぐらいに製品がいきなり出るのか、まあ大体やっぱ火曜日が多いんで、結局Mac もこれ5日だったかな出たのね。他に急に出たので M3MacBook Air ですね。僕使ってるんでレビュー用意してますんでお待ちください。生産には入ってるみたいなので、26にいきなり来るか2日に発表会っていう感じでインビテーションが来るのかわかんないですけど、そういうのまあ4月10日までなんですよね。この新学期キャンペーンっていうのが学生向けに今やってるんですけど、10日までなので、これ以上後ろ倒しにするとまあ対象外になってしまう気がするので、延長するってことはあんまないんでね、4月2日とか割とリアルかなと思ってます。発表会あるなら。価格に関しては今まあ12万4800円かな。iPad Pro に関してはなんですけども、ものすごく高いけどね、12.9インチでも17万円ぐらいすると。Wi-Fi モデルでも。結構高いんですよ正直。もう2テラ30万とかするからだいたい160ドルぐらい上がるんじゃないかって言われてまして、まあ1500ドルなんじゃないかとか言われてましたけども、まあ、だいたい22万今のレートだと、それは高すぎるんでさすがに、まあだいたい多分160ドルだったらアメリカで799ドルが949ドルぐらい、まあ、150ドルぐらい、160ドル足しちゃうとなんか変なね959ドルとかになっちゃうんで、多分こんな感じになるんだろうと思いますので、から、今の1ドルだいたい150円で考えると2万3000円ぐらい乗るんですよね。でまあだいたい14万3000円と、まあ15万9000円とか、こうリアルですよね、ここら辺ね。13インチ、まあ今の 12.9 インチがだいたい19万円ぐらいから20万円ぐらい、256GB、今だいたいプラス 1.6 万円で、まあ2万ぐらいになるかな、プラス今レート的になかなかまあ14、15万ぐらいはするんじゃないかなって思います。はい、まあここは覚悟しといた方がいいと思います。でまたこれマジックキーボード、じゃあペンシル出ました、新しいのがってなると、まあ今の価格で考えてもだいたい4万円ぐらいするんですよ、このマジックキーボード。これ4万、まあ4、5千円ぐらいするんで、であと2万円かプラスペンシルも入れたら、まあプラス7万とか考えると、まあ20万ぐらいはこれセットで揃えるとね全部、まあ、なるんじゃないかと思いますので、どうですか皆さん、この価格どうですかって書いてあるけど、はい、いかがでしょうか。はい。でもう MacBook Air 買えるというか MacBook より高いんですよ正直この価格。M3 よりちょっと下にはさすがにしてくると思うんで、価格まあ16万8800円かな、16万ぐらいなんですよ MacBook Air が。なので多分まあ15万ぐらいにしてくる気がしますね、価格的に。 MacBook Air より高くはしないと思うんで、大体 M2 の MacBook Air ぐらいの価格にはなるのかなっていう気がします。どうでしょうか皆さん、ぜひコメント。高いけど、はい。でまあ一応 iPad Air もねまあいろいろ出てるんですけど、そんな変わんない正直で、まあデザインがカメラがねちょっと iPhone X みたいな感じ、こんな感じになるんじゃないかって言われてます。でも縁がまあおそらく丸くなるんじゃないかなと思いますね、全部のモデル。 iPhone とか Mac が全部丸くなってるんで、まあ同じようなデザインやっぱ使うんですよね Apple って。おそらくこんな感じになるんじゃないかなと思いますね。はい。あとまあ 12.9 インチが来るだろうと、まあただ来ないとも言われてるので、M2 チップとか、まあ、Wi-Fi6E とか、まあ、Bluetooth5.3 ですね。これ MacBook Air もね結局入ったので、おそらく同じような感じになると思います。まあでも逆に言えばねそのぐらいなんですよ変わんの。なのでどうでしょう、僕はあんまりちょっと微妙かなっていう据え置きだったらね値段がまあまだありかなと思うんですけど、基本的には性能が上がるぐらい M1 と M2 そんな正直変わんないんで、なんでまあ今の iPad ね Air 結構セールはしてるんで買ってもいいかなっていうところはあります正直ね。キャンペーンもやってますし、あと Air に関してはまあフォームファクターかみたいな、このカメラが変わりますよとかで、Air 用のマジックキーボードありませんっていうのが出てますね。ポルに別の差別化機能ってなんだそれは多分 iPad Pro 用でまあ出すんだけど、まあ Air でも使えるっていうことだと思いますねおそらく。ペンシルも Air でも使えるんだな、まあ使えるようにはなるんじゃないかなと。あとまあシュリンプ Apple Proもエビですね、エビ。Air 6にはまあ横向きの自撮りカメラですね。まあ最初説明したやつかな。確認されたサイズはなんか 10.9 インチだけですとかいう話もあります。どうなんだろうね。なんでそんな変わんないよっていうことだと思います。カラーについてもなんか書いてあるな。カラーについては具体的なブルーかピンクのどちらかが消える可能性が高いです。なんであんま売れてないってことか。まあブルーは iPad Air 5の限定カラーみたいな感じにするんでしょうね。で iPhone 15 Pro がトレンドでそんな感じでございます。詳しいところはですね、もうちょっと詳しく全体的に知りたいこの Apple の発表会っていうところで話してます。これ結構好評ですので、あとまあ iPad Pro に関しても話してますし、まあ、M3 の MacBook
Air もね、大体やっぱ同じぐらいの価格にはなるので、次多分レビュー動画が出ると思うんで、それを待っていただいてもいいかなと思います。で、解説はいろいろ M2 と M3 じゃあどっちにしたらいいのかみたいなところもお話ししてますので、あとお得に買う方法とか、はい、話してるので、ぜひね、チャンネル登録と、少しでも役に立ったよと思ったら、ぜひ高評価お願いいたします。コメントもお待ちしてます。お待ちしてます。はい、はい、全部見てますので、アンカーのやつも届いたからレビューしたいな。はい、今 M3 使ってるんですけど、なかなかね、いいですよ、MacBook Air。なんか思ったより良かった。はい。で、今、セールとかもしているので、この Amazon フロントね、Apple 製品突然セール、概要欄に入れておきますので、チェックしてみてください。AirPods Pro とかはね、マジで安いので、これは最安値だろう。新しいのもね、まだ出ないと思うんで、なんか秋にね、AirPods 4世代がだから、これの新しいのがなんか出るんじゃないかみたいな噂は出てきたんですけど、そんな変わんないと思うんで、正直。これ買っちゃっていいと思います。はい。安い。あるので、ぜひチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日、週末、お休み、お送りください。では、またのー。いや、でもこれは安いよな。セール、急に来ましたからね。iPad もそんな変わんないと思うんで、iPad Pro は結構変わりそうなので、そこだけあるかな。気にするとしたら、あとはもう変わんないです、正直。いや、変わらんて。